というわけで始まりました340トラベルのお時間でございます。よろしくお願いいたします。よいしょということで今回なんですが、飛行機、鉄道、そして車を使ってですね、もうあらゆる手段を使ってアメリカ大陸横断というのをしております。ロサンゼルスからずーっとこっちニューヨークまで行く旅ということで、7000キロぐらいかな、ずいぶん離れてますけれども、今回ですね8日目、ここは、ニューオーリンズに来ております。ニューオーリンズといえばジャズが有名なよね。ジャズ、それから、そういうことらしいです。あとは海鮮系も有名なんですけど、これからはねニューオーリンズを観光して、そしてアムトラックに乗っていきます。夜行列車でシカゴを目指します。シカゴといえばピザかな、シカゴピザとかシカゴカブスとかね、球団もありますけれども、ずーっとここまでは東に進んできたけど北上するのよね今日はね。なんでそう縦断になるんですけどね、今回はシカゴまで旅行していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで行ってみようということで3時間弱歩いてショッピングモールがあってね、ここにねちょっと名物っていうのかな、食べたいものがあるんで、フランスの揚げドーナツが食べれるらしいんで入れてみましょう。朝食でアムトラックの出発が13時ぐらいなんで、海鮮を食ってね散策してから駅に行かないとね、乗り過ごしたら大変なんで。おおということで、これなんか3個以上からしか頼めないという、さすがアメリカン。コーラとめっちゃいい匂いするで、揚げたてや。これボリューミーやな。ベニーやこれ。フランスの揚げドーナツか。アメリカでフランス食うっていう、僕のアメリカ来て初めての食事。あ、そうなんや。近くにあれありましたよね、第二次世界大戦博物館が。これ何ドルドーナツ？全部で20ドル。ああ、3000円ぐらい。絶対うまいよ。まだ追い砂糖ありますからね。いただきます。絶対うまいよ。中入ってんの？なんかおお、ほんと揚げドーナツさ、中カリッとしてて、これが甘いからあーうまいやん。めっちゃうまい。真っ白になっちゃっうん、でかっ。しょっぱいわ、ちょっとしょっぱいドーナツは。周りが甘いからた。そう、ちょうどいいよ。ちょうどいい。これ3つはヘビーやわ。結構いい。あ、そうサーターアンダギーよりも食べやすい。サーターアンダギーって結構ずしっとくれる。それより軽い。あ、美味しい美味しい。これからね海鮮を食べるために、この辺はだいぶ観光客が多いな。治安良さそうやな。さっきなんか怖かったもんね、道がちょっと。フレンチクォーターという通りというか場所になってます。サブウェイ発見。ちょっとさっきと雰囲気が変わったのが皆さんお分かりいただけるはずですが、このニューオーリンズは今でこそアメリカ合衆国なんですが、かつてですねフランスの植民地であったりだとか、またスペインの植民地であった過去っていうのがあります。でその時代の建物というのが残っていて、保護される、決まりみたいなのがあるんやな。だからフランスとかスペインの文化っていうのもこう入ってきてるみたいなんですよね。ここら辺って海に面してるよね。だから海鮮っていうのも有名で、生牡蠣とかがね食べれるらしいんで、これはね食べない手はないですよ。ここら辺でもう心配ないな、歩けそうやね、ここやったら。ここはね、観光地。そう、観光地やわ。問題なし。なんか流れてるで。カメちゃん踊らんでえって踊らんでえってカメちゃん踊らんでえってもう踊らんでえってもう違う、絶対にそれは違う。すごい BGM かと思ったら歌ってる人いる。めっちゃこれ邪魔してる車の。あんなとこで歌ってる絶対 BGM やと思った。いいな、ジャズの街や、ジャズの街。これでこそジャズの街や。このニューオーリンズの空港もね、ルイ・アームストロング国際空港みたいな感じなんよ。名前に入ってんのよ。日本にもあるやん、鳥取砂丘コナン空港とかさ、その要領で、そのアームストロングさんっていうのがジャズの有名な人やろ。そうだから本当ジャズがねそこまで根付いてるんよ。これすごいね、街並みがいいわ。日本じゃ見られへんわ、この感じは。異文化がいろいろ混入してる感じがするね。レンガ造りがあったりだと、ベランダがあるんやね、ここら辺は。フランスや。オパリの感じがしますよ。ミュージアムとかいろいろ売ってる。蒸し暑いね、でも。蒸し暑いね。京都ぐらい暑い。ということでね、ここや行ってみる。なんか口コミが良かったらしい。生牡蠣とか海鮮が食べられるお店があってね。なんてお店やったっけ？ロイヤルハウス。オイスターって書いてある。オイスターバーシーフードということで入りましたけども、店内すごい素敵ですね。やっぱこれじゃない？オイスターズ。オイスター。オンズハーフシェル。これが生牡蠣で、これがちょっとだけ焼かれてて、パルメザンチーズとバターが乗ってる。うまそう。これハーフで食べる。ありやな。ハーフエンドハーフでいいんちゃう。到着しました。牡蠣すごい。日本とちょっと違うな。全然違う。ドロッとしてる。大丈夫なんかな。大丈夫なんかな。大丈夫。俺もちょっと大丈夫か。大丈夫。
こっちはめちゃくちゃうまそうや。めっちゃうまそうだよ。チーズとバターがかかってて。こっち怖いよ。これ大丈夫？大丈夫か。俺から行くの。俺から男いいですか。これ大丈夫か。まあまあまあ。いきます。味は大丈夫。だから見た目が違うよ日本。なんか溶けてる感じよ。これ。あれからもしかして天然なのかな。日本はさもっとプリッとしてるやん。全然なんかプリッと感はない。新鮮もしかしたらちょっと日付立ってるのかな。どう？デリシャス。美味しい。味はな。美味しい。日本の方がでかいんよ。小ぶり。チリソースかけたからチリソースかけすぎや。チリソースの味しかこっち行っていい？こっち行っていい？これは絶対美味しいよ。いただきます。最高やん。それはうまいわ。美味しい。バターがめっちゃ美味しい。明日が楽しみや。それがボケで終わることが答え合わせができるからアムトラックの中で次回も見てくださいちゃんと。僕たちなかなかすごいことやってますから。アメリカ横断中に生牡蠣。美味しいわ。ニンニクとバターで。これうまいわ。牡蠣が有名な割にはちっちゃい粒が。やっぱり日本の牡蠣ってすごいんだ。やりすぎるね。日本のうまいわ。うん。これもうまいけどこれも美味しいけどね。牡蠣以外の料理もね到着しました。メイン。謎すぎる。壁山さんはこうザリガニを頼んだつもりなんですが白ご飯系来ましたね。リゾットやねこれ。これはこれ味がザリガニなんじゃない？有名らしいよ。でもこれ食べてみ。ザリガニっぽい。だからカニ雑炊みたいなもんじゃん。あそうやザリガニ雑ザリ炊ガニ雑炊。食べてみて。で美味しそうやよこれ。じゃあ食べてみます。うん匂いは美味しそうだよ。ザリガニ。あ、ザリガニ。ザリガニが分かんないけどエビっぽい。濃厚。ちょっとだけピリ辛。美味しいよね。美味しい。カニのビスクのリゾットみたいな感じが想像しやすい。いただきます。うわチキン。ビッグだよね。最高。オニオンスープ。チーズがすごい。スパイスの味がする。玉ねぎを極限まで煮込んだスープ。ということでウーバーに乗りまして着きましたユニオンパッセンジャーターミナルでございます。ここがニューオーリンズの、中央駅やね。そうです。アムトラックが見てついにやで僕初めてですから初めてか。アメリカの列車これから2夜連続アムトラックで過ごすということになっておりまして、なんとですね皆さんちょっと伝え忘れてたんですが今回個室ではありません。はい。しかもアメリカ縦断を個室じゃないそう席で行くっていう。こっからはアメリカ皆さん縦断になります。横断はもちろん中なんですけども東には進まず北にねシカゴまで行くということでこれ20時間かかります。13時過ぎに出発して明日の9時ぐらいやな。朝9時半ぐらいかな。20時間ぐらいなんですけど座席です。さすがに僕も初めてですはいさすがにとりあえずどんなものかですねアムトラック座席でこれから20時間シカゴまで行きたいと思うんでとりあえず移動しますか。じゃ行きましょう。あどんな感じでチェックインするんやろ。何時間前とかに来といた方がいいのアムトラックは。こんな決まりはあんまりないけど、できるだけ早く1時間ぐらい前に来たもん。ああじゃあやっぱりあれですね3分前に切符買って乗れるサンライズとはちょっと違いますね。でそこ気をつけた方がいいわ。今回はネットで買ったけどネットでね。現地でも買おうと思ったら買う。ああちょっと鉄オタ目線で見ていきますからね今回は。お願いします。日本とは違うところが多いと思うんですよ鉄道やっぱり面白いからこれは楽しみやな。建物もなかなか立派な駅ですよ。さすが中央駅。やーいすごいこれはすごいな。 E4KMAX よりも高いぞ。そしてねプラットフォームが低い。さらにはこれは線路の幅は新幹線と同じだな。標準機ですよ。広いね。これ高いな。日本でこれ走ったらぶつかるよトンネル。建築限界っていうのがあるんですよ鉄道には。これ日本はねこんな大きさには対応してない。ダメな。だって人の2倍ある。ちなみにこの駅は1954年に開業した駅ね。もともとねこの辺りに何個か駅があったんよ。それが紛らわしいから集中しようということで
全部廃止して1個の駅にまとめたんや。それが始まり。全盛期はね7社が乗り入れて44本の列車が発着してたみたいなんですけど、今はだいぶ減ってるっぽいですね。詳しくは僕もわからないんですけどね。例えばこっちとかも多分プラットフォームが見てあれさ、多分だけど奥の方昔線路やったよ多分。あそこそう鉄オタには分かんねん。昔そうだっただろうというね構造物ですわこれ。間違いない、そうだわ。これはね日本も同じなんですけど、飛行機の発達によって鉄道がだんだんとねその役割としてね、長距離の列車っていうのは基本的にもう飛行機になったりもしますんで、この駅1954年なんでまだ旅客機全盛の時代ではないはずなんですよね。こういうところが日本と似てて、鉄道好きにとってもこれ楽しめるわ。全盛期と比べたら本数もやっぱ減ってるっていうのはそういうことでしょうね。航空機がより便利な時代になったということです。このコーチクラスってところが僕たちの座席。Thank you。さあ乗り込もう。すごいわこれ。これはすごいな。広いな。お、座席指定されてんの？あ、今指定された。あ、ウォーターがついてるよ。お、すごいすごい。すげえすげえすげえ。めっちゃいいめっちゃいい。あ、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。これはいいわ。いや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 、なかなかすごいですよ。だいぶ広い。これはすごい。これはいやさすがやな。これだって15,000円でしょ。だいぶ安いんじゃない？これでどうすんだろう。こうか。これ。おお。こんな感じ。でテーブルがあって、テーブル届かんもんな。広すぎて。こんな感じ。でレバーが。これリクライニング。だいぶいいんじゃない？ギリシャみたい。2対2です。そして2階からの眺め。これは鉄道とは思えんわ。日本の鉄道の2階部分からの景色、それを上回る高さですからね。めちゃめちゃ眺めがいい。ほら、これ新鮮やな。ベリーグッドやな。ホームに普通にこの車が来てるんよね。やっぱそうや、あれプラットフォームの名残ですわこれ。これね、これ段差になってるもんね。おー、出発です。20時間の旅。すごいな、スムーズな加速だ。これなんでかって言ったらね、これ客車なんですよ、つまりこの列車にモーターがついてないので、先頭の機関車が引っ張っていってるんですよ。だから上に架線が張ってないでしょ。でディーゼル機関車が何両かついてたはずやわ。これ何両なんや。ホーム長っ。10何両でしょうね。この後ちょっとまた車内を物色していきますけど、まずはニューオーリンズユニオンパッセンジャーターミナルを出発。あれドームやな。なんとかドーム。ほんまに静かやな。速度制限みたいなのがあるはずなんですよ。さすがに直線じゃないからね。ポイントがいくつもあってカーブとか、今そうだな、やっぱりポイントを通過してるから速度そんなに出せないんでしょうね。これターミナル駅あるあるですね。やっぱ大都市に関しては土地が少ないので、無理やり駅をこう作るということになりますと線形が悪くなると、その結果駅を出発してすぐに減速をする必要があるわけです。例えば東武の浅草駅とかもそうですよね。出発したらもうすぐカーブする必要がある。これいいわ、すごい。これがね展望車にやってきましたよ。これすごいな。水風やんこれ。すごいすごい、ハーモニカを演奏してる。これめっちゃすごいね。これ夜ここでみんな語られるな。確かにあっちで4人席もあるし。めっちゃいいやん。これすごいすごいすごい、見て見て。おこのワイドな車体に、そしてワイドなビューですわ。ちょっと何これ、敷島みたい。ちょうどね、さっきこれが今飛行機が来てるんやけど、今空港ちょうど通ったよ。ルイ・アームストロング国際空港。ほらほらほら、飛行機。これが着陸するとこです。ちょうどこんなんここまで見える。サンライズの2階部分よりも、だってこうしてここですからね。真上まで見れるよ。これすごい興奮や、大興奮や。一人で鉄オタが大興奮。これ一両が展望席。一両展望食堂車とかもある。食料車もある。ただ僕たちは今回個室じゃないのでそう使えない。で下に行ったら、この車両はねダイニングカーないみたいですね。なんで1階にスナックコーナーがあるから、
なんか買おう。 How you doing? Come on in. モニー Morning. おお、いやーすごいな。ランチディナー、ほんまや。フレッシュベジタブルなんちゃらベジ、ワインもあるよ。ワインすごいすごい。ここにマルちゃんがあるしれっと日本語マルちゃんや。これじゃああれマルちゃん麺作りのマルちゃんやな。東洋水産やな。よしこれ買おう。買ってきました。買ってきました。マルちゃんやで。マルちゃんインスタントランチっていう名前で販売されてる。確かにチキンフレーバー。あーなんやろ、日本ではかがん匂い。あ、そうなの。でもだしが効いてるんでしょこれ多分。だってほらカップ麺にグリーンピース入ってないよ日本は。いただきます。うん、It's good. 美味しい。 Yeah, this flavor chicken ramen plus spice little spice スパイシーになってる風味が。へだから多分外国人好みになっちゃう。なんだコンソメスープみたいな。え。コンソメスープだよに近い。今のとこアメリカに来た中で一番うまいですほら。いやいやそれはね、それはちゃんと僕思ったこと言っといた方がいいでしょ。ほら。日本人、やっぱ日本人からすると今のところ僕はこれが一番うまいです。まあ確かに。食ってみて、一番うまいから。あ、ちなみにカベちゃんは寝てます言い忘れてたけどそったら寝てたこの景色見ながら生まれて食った中で一番うまいチキンラーメンかもしれんわ。この列車の中で食ったらね、うまさが8割増しや。うまくね普通にうまどう、何番目これアメリカ来て方々に失礼。おおすごいすごい。0051みたいな0051みたいな色した機関車来た。でかいなアメリカはスケールが。これ1両、これも2両やね。2両繋いでるんやね機関車が。機関車と補助機関車みたいなもんかな。これ石油やな。オイルを運んでるわ多分。四日市とかにもねこんなオイル車止まってるけど、その日にならんわこれ。一つのタンクに入る量が桁違いですね。すごいな。四捨五入でこれは海水浴ですよ。ただこれ海水と海ではないんですよね。アメリカはね規模が違う。これ湖です。やばいわ。奥の方に都市が見える。あれねコンチャートレイン湖っていう湖らしいですね。で奥の方に見えてる都市がここら辺なんですけど、ちょっと電波が今繋がっていない。これ普通に琵琶湖よりでかいですからね。これが湖か。海にしか見えません。スライデル奥の方にね、わかるかな。あ、見えた。なんかビルがね、ビルの影があるのがわかるはずです。これがスライデルの市街。なんか配線跡みたいなのがありましたけど、浜名湖みたい。湖をまさにこれ浜名湖を渡る東名高速みたいになってるけど、ほらわからんやんすげえ。何これ、養殖してんちゃう。なんか違う。何これ。船がなんか入ってくるんじゃない。そうやな。なんて書いてある。コーション。なんだろう。もしかしたらそこの深さが違うのかもしれへん。船が通れるようにね。ここに絶対こっち通ってたでしょ昔。配線跡があるわUSJ とかでさ演出でこんなんあるけどなサメに食われた跡みたいな。リアルこれガチですから。ということでここどこや。時刻はね17時16分なんで4時間ぐらい経ったな。話も盛り上がり。カベちゃん寝てるんやけど大丈夫カベちゃん寝てたよ。今ね途中駅に停車中なんですけど、何駅だったかな。ジャクソン駅に停車中です。ここでねこれクルーズトレインみたいに途中観光じゃないけど停車が行われるみたい。現在地がこちら。ニューオーリンズがねこの海岸沿いにあって、だいぶ北上してきましたね。ただまだまだです。シカゴはさらに上に行ったここ。トラックはこのシカゴに集まんねんな。いろんな方向に放射状に列車が伸びてるのが分かります。もうちょっとどころかこれはまだまだですね。これはすごいよちょっと。オーマイガーめっちゃ汚いこれはね虫や。虫がねとんでもないスピードで行くから、やっぱ頑丈やな。 JR 北海道の特急みたい。かっこいいよ。うんやし強そうやろ見た目。もうちょっとやそっとじゃね弾き返しますからこいつが。これがアームトラックの全貌です。全て2階建て。
機関車が1両と1234567両ぐらいかな、全部で8両ぐらいです。前の2つ3つぐらいは寝台になってて個室になってますよね。僕たちが乗ってるのは座席タイプなんですけど、まあ、十分やな。展望車があるからね、そこで語らっとけばいいと思います。まあでもやっぱ夜寝るときはベッドタイプ、せやな。個室はベッドタイプになる。フルフラットの方が寝れますからね、それはどう考えても。値段の差がすごい。安いよね、確かに。だいぶ安い。すごいすごいすごい。今これ貨物に抜かれてるわ。旅客列車が貨物に抜かれるってあんまりね、日本じゃあんまりないんですけどね。あんまりない。これ貨物何が入ってんねやろ。バラストとかかな。めっちゃでかいし長いんですよ、アメリカの貨物な。長い。まあ見といてください皆さん。もうちょっとノーカットでここからお届けしますけど、相当長いです。だいぶすごいスピードで走ってて、もう多分今で15両から20両ぐらい行きましたけど、まだまだ行きます、まだ行きます。どんどん行きます。回転寿司みたいだ。こっちが動いてるみたいな錯覚になるね、ここまで来ると。確かに。これがさ、ちゃんと連結されて動いてるのがすごくない？分からん。これ普通に東京の山手線の駅とかだったら駅から駅まで多分塞げるで、この列車1本で。いやマジマジ塞げる、これ余裕で。これはほらこんなん何両あんの？スケールが違いますよね、やっぱね。要はこの運ぶ量もまた変わってくるわけですよ。でここまで走ってくるときになんか駅じゃないところで止まってね、信号所で止まるってことがありました。それですれ違い用の設備になっていて、対向とすれ違うっていうのがあったんですけど、多分ねこの駅で30分止まるっていうのはこういう調整とかの兼ね合いだったんだろうなと思います。運転手さんとか変わってる感じは今のところなかったな。さっき外出ましたけど、交代みたいなのなかったんですよ。なんでこの追い抜きを多分待つためにこの30分で調整をするということだと思われます。多分ねこの列車は要は次の駅とか通過していくと思うんですよね。なんでこのアムトラックは止まっていくんで邪魔になっちゃうじゃないですか。どっかで抜かれる必要があるということで、僕はこれ必死にバツナギしてるんですけどもまだ終わらない。もういいやろ。多分40両ぐらい今言ってますけど僕ノーカットって言っちゃったから必死に頑張って喋って場をつないでるんですけども、こんな終わったこんだけ運ぶもんがあるのがすごい。ただこれね、日本の鉄道と違ってこんだけの量を運べるっていうのはね、ちょうどこれ後ろに補助機関車がついてるんだよな。なんで前で引っ張って後ろから押すという形になってるはずなんですけど、ここまでアメリカさ走ってきたものはトンネルがないよね。それが違うよね、日本とは。勾配区間がないでしょ。日本って勾配がついたりして、要はこういう長い鉄道って勾配に弱いんですよ。だからなかなかこんなね長さのね貨物走らせられないよね。アメリカの場合やっぱ広大な敷地を持ってトンネルとかもあまり少なく、つまり山越えの区間がないので、あまり重さのことを考えずにつなげるだけつなげるっていうことがあるんでしょうね。それでも補助機関車ついてましたけど、というのが鉄オタ的視点です。それは思いつかなかったな。僕の方にも機関車が何両か止まってる。ちょっと待って、信じられない。アメリカやばすぎる。ちょっとびっくりしたんですけど、今この30連の機関車が動き出したんですよ。30連機関車こんな、どういうこと？ 30 連もいんのと思ったらね、これ2階建ての貨物こんなんあるんや。初めて見た。スケールが違いすぎる。機関車30連やで。テンションが上がる。SD カードの容量がいくらあっても足りない。これどんだけ運ぶもんあんねんこれびっくりするわ壁やん、もう走る壁やん。これもまた長いな。ちょっといやアメリカすごいな。特に降りて観光してるわけでもないですけど、十分楽しいですよ。日本ではまず見れないですから、こんな光景は。これはすごいな車内はお祭り騒ぎですちょっと昼寝してたけど向こうがそうほんまにクラブや。向こうの方はね、なんか大合唱が始まりで、ハーモニカとウクレレを弾く人がいて、そしてこっちはクラブミュージックが流れておりますどこまで来た？ここニューオーリンズから、ここまで来た。あとミシシッピ川沿いを行ってるんやね。あと4分の1間違えた、4分の3。まだまだやな。全然まだまだや。有刺長期ね。ああいいね。日の入りが遅いね。そうなんだよ。こうやって冬になったらどうなるの？短なる。日本とそこら辺変わらない、あんまり。変わらない。気候はほぼ変わらん。
場所によるのかな。ここは妙林がすごい蒸し暑くて気温も高かったんやけど、シカゴにもっと涼しくて、シカゴはじゃあ基本的年中通して涼しいで、冬は寒いと。ポイント通過するたびに揺れるよねこの列車それ以外は言えへんけどね。全然独特のそこは揺れ方かもしれませんよ。いいわ、もうめっちゃ寝れたで今昼寝がはかどる。基本的にこれぐらいのスピードですよね。で単線区間です。ということで夜ご飯タイムでございます。はい、いい匂いがしとるわ。何かを買います。これはじゃマヨネーズももらっとく。スイートソースちょっとじゃじゃーん、ホットドッグです。ホットドッグメンさあちょっと待って、開き方がわからない。おいけたいけた。イエーイイエーイザ・シンプルだ。いやチェケこれに、ソースをかけていきます。ジュジュン、ケチャップ。ケチャップメ最高やな。これずっとです。これシラフです。これちなみにシラフです。とんでもないやつです。本当にすごい。パワーが違う。アジアヌードル。何これ。なんかパスタが下に入ってて、野菜が上にいっぱい乗ってる。いただきます。ソーセージがでかい。ソーセージが日本と違うな、味が。魚肉ソーセージみたいなあるやん。食感はあれに近い。いや焼いてないよね、多分蒸してるから多分パリパリって感じじゃないんだ。チーズバーガー。これは絶品チーズバーガーみたいだ。チーズとバーガー。ロッテリアの絶品チーズブルーレイ。チーズバーガー。美味しい。肉がすごい。ああいいね。肉がこんな。大合唱が始まりました。パワーがね、酒入ってないからね。めちゃくちゃ歌うまいし。めっちゃうまい。ライブダムに採点させたい。めっちゃうまいわ。うわすごいね。めっちゃうまい。さすがニューオーリンズのあれやで、血が。運転手さんもノリノリです。車掌さんもノリノリ。ノリノリよ。いいな。こんなんサンライズでこんなんやったら。なにわのルイ・アームストロングですちょっとなにわのルイ・アームストロングが暴れてる。こんなんサンライズでやったらできんやでいいわ。確かにアメリカやから最高。アメリカやからできる。おおらかやね。いいわ。素晴らしい。
time. I am loving this. I have not heard live singing in a long time. 次の歌始まった I work in a bar. We don't do this. すごい新快速と一緒やでスピードこんなでっかい2階建ての車両が130キロで走ってるとでもね見えないんですよパッと見アメリカだからほとんど直線やねんな直線をずっと走ってるから景色が近くに建物とかがあったらもうちょっとリアリティがあるんやけど確かにこういう感じやから70マイル分からんマイルで言わんといて分からんマイルしか分からないかぶれんといてまあどこを走っとるかっていうともう近いやんいろんな線路が合流してくるんやねシカゴはアムトラックの中心やもん拠点ですからこっからいろんな方向に出てるのニューヨークとか全部がこのシカゴを目指すのもうちょっとですよだから結構もう都市に出てきてるねもうすぐや、やばいやばいやばいすげえ大都市来たでこれね各方面からのアムトラックが大集合ですもうここまで来ました20時間の旅ももう終わりすごいシカゴのビル群が見えてきますよピザ食べたいなシカゴピザすごい摩天楼が見えるで摩天楼の由来ってシカゴらしいで1930年代とかでもう高層ビルバンバン建ってますからとんでもない国ですよほら大きな高層ビルがたくさん並んでるのが分かります合成みたいだ空が青いからねそしてアムトラックが見えるこれアムトラックじゃないんかな普通の通勤列車かもしれませんけど分からんなこれ野球場ちゃうこれ鈴木誠也が野球してるとこやねシカゴカブスの本拠地じゃないでしょうかこんな近いところにあるんやこういう大都市のターミナルに到着する前とか出発した後ってめちゃめちゃ楽しいですよねニューオーリンズの時もそうでしたが土地がないからねこんな感じでぐにゃぐにゃと曲がりながらそしてスピードを随分落として入線していくわけですシカゴユニオン駅これ地下駅らしいな開業はなんと1925年ちなみにこのシカゴユニオン駅は最盛期っていうのは第二次世界大戦中だったようです1日300本もの列車とそして10万人の乗降客が利用する一番忙しい時期であったんですがその後どんどん利用客っていうのは減っていきましたこれはやっぱり航空機の発達っていうのが大きいと思いますが1971年にこのアムトラックが成立するとシカゴ発着の長距離列車のもう大部分はこの駅を発着するようになったともそういう経緯がありますなんで今はこの州内鉄道であるメトラさっき見た車両ね多分メトラだったと思うんですけどそのうちの6路線のターミナルとアムトラック全路線ですねこれが発着する大ターミナルすごいすごいなんと反対方向に動き出しましたよこれはねスイッチバックというか勾配を登るためのスイッチバックではなくもう土地がないんでしょうね急カーブをするのができないから一回こっちに入ってくるんやなでこう行くってことですねそういうことですこれはすごいわ大都市あるあるやけどさすがに東京とか新宿の駅前でこんなことはしないですからねいや面白いなインザワールドって感じがしますよ広がんでいいじゃああれはあれかなこの線路は引き込み線専用なんかな方向転換専用の線路なのかもしれませんシカゴは大阪環状線みたいにこんな感じ L と呼ばれるシカゴ交通局が走らせている、地下鉄とも言ったらいいのかなんかメトロみたいなのがあるんですけど環状線みたいになっててこの大阪とシカゴってね実は姉妹都市なんですよね姉妹都市どっちも環状線があるというなかなか面白い作りですがこのユニオンステーションはここから線路を分岐してシカゴの中心地まで行きますあすごいすごいアムトラック違うアムトラックじゃないわ見てメトラというこれはまた別の会社になるんですけど6路線がね乗り入れてますシカゴ駅はすごいメトラと合流やで迫力が違うわおすごい一緒に渡っていくやんこれオーマイガーファンタスティックだこれは何推進運転してんのかめっちゃかっこいいなすごい力強いですねアメリカでそうお前映画の撮影してるお前が映画の撮影してるこれ何あれ違うクルーズの撮影してんじゃん船のセットがあったなハリウッドさ来てるんじゃんあれもすごい勝ちどき橋みたいな橋があるよ橋でしょあれレールじゃん全部が初めてですからテンションが上がるわ何これでかすぎるだろこのターミナル何面何線かがちょっと出てこなかったんですけど相当な規模だと思いますねこれはこっちとかはもうちょっと解体されてるっぽいんで全盛期の大きさからはやっぱり縮小してるっていうのはこれニューオーリンズと一緒ですねっていうのはやっぱもう遠すぎるところは旅客機で行けるようになりましたからねあそうやこれレールやほら
これレールや。これわかる？これがパタンと倒れてレールになってる。ただ多分これ今使われてるんかはちょっとわからないですね。草が生い茂ってるけど貨物船とかなのかもしれません。うわとんでもない。これ右が2階建て、これ2階建て、そして左も2階建て、走る集合住宅ですわこれ。まさにスケールが違うわ。圧倒されます。シカゴの摩天楼に吸い込まれるようにして一生忘れないですね。こういう景色は。シカゴユニオンターミナルにそろそろ到着。 This is Chicago. ミュージカルが始まって Get lost in this station, ain't I? Yes, ma'am. うわーすごいすごい。ちょっと半地下みたいな感じイメージ。1階なのか地下なのかよくわからない構造なんですが、まあこれ多分1階なんかな。いやわからんな。もう街全体が高架になってる可能性があるんでね。すごいな。これ全部駅や。立体駐車場みたい。大ターミナルやな。これすごい。ニューオーリンズもでかかったですがレベルが違います。着いたよ。あすごい。アムトラック1階建てのアムトラックもあるんだな。20時間の列車の旅もこれにて終わり、シカゴに到着です。上陸。カメちゃんおはよう。カメちゃん凍ってると思ってた。大丈夫だ。寒そう寒そう。どうでした？足がキンキンに冷えてやがる。アメリカ人の体温管理を疑うように。でもみんな寒そうにブランケットかぶってたんですよ。じゃあ温度上げたらいいんじゃないかと思うんですけどね、よくわかりません。すごい。シカゴ。皆さんこちらじゃじゃーん。えげつない。何ホームある。全部駅やでこれ。梅田のアメリカバージョン。これは阪急梅田をホーストさせますよ。かっこよすぎるな。ユニオンステーションと書いてありますよ。さすが1924年開業やからだいぶ歴史があるように感じます。すごい街やね。いやいや今回は8日目やね。アメリカ横断、昨日ニューオーリンズから始まりまして、ニューオーリンズを観光した後アムトラックで20時間ここシカゴまで来ることができました。アメリカ縦断でございます。まあ今回アメリカ横断中なんでね、この先ナイアガラの滝等行きまして、ニューヨークを目指すということで、いや8日目も楽しかったですね。これはしんどかったな。もうあの座席は乗りたくない。寒いし。空調がもしかしたらちょっと日本人からすると寒いと日本全員寒がってたよな。じゃあ温度上げたらええのにと思ったんですけど、まあカベちゃんのこの感じを見てください。そういうことです。マジで寒いけどいいいややっぱ日のでも結局朝になったら太陽がねラウンジ間にパーッと入ってきてめっちゃ暖かかったんですよ。あとホットコーヒーとかも飲めるし車内販売も充実してたんで、いやアムトラック僕初めてだったんですけど最高でした。ということで、次今から9日目ということでね、まだまだ続きますんで、ゴールニューヨークまで果たしてどんな旅になるのか、また次回も見ていただければ幸いです。ということでこの動画はここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとう。バイバイ。またアムトラックに乗ります。Designed by Howard and Roop, and the very next building you see on the left 誰もあんな is a office. まさかうわ最初ーグじゃけほいよしもう俺は確定よし